どうもジラティです。ロストオデッセイまた続きやっていきたいと思います。前回の続きですね。特に裏で何もやってないのでそのまま続きやっていきたいと思うんですけど、いやー前回はね、動画長くなっちゃったんですけど、いやーいろんなことが分かって急にいろいろ動きましたね。詳しくは前回ぜひね見ていただければと思うんですけど、ムービーシーンばっかりでしたが、いやでなんかクックがここにねこう入り込んでるんだけど、ね一時的なもんだとは思うんですけど、どうなんでしょうね。でとにかく今はねマックが赤い森っていうところに、行っちゃったんですよね。そこが実になんか危険なところらしくて、でクックが探しに行くって言ってね、なんか花を探しに行ったんだっけ、お母さんが好きなだっけ。でとにかく危険なところなんでクックが行く。でも一人じゃ行かせられないっていうことでみんな行くっていうことですね。ヤンセンはなんかどの子のごちゃごちゃ言ってましたが、子供一人で行かせるわけにいかないだろう。ヤンセンだってさ。間違えた。これだから気になるね。これね。これね前回喋ったことだから今ちょっと詳しく言わないですけど、これね、あ、今花を見に来ただけなのよ。またなんか思い出したな。いやー赤い森行こうと思ったんだけど時間かかりそうだな。ーっとそういえば前回だからつまり前々回か、前々回ちょっと時間なくて1個これ取得しましたね。でもちょっと時間ないんでって言ってスルーして、で次回読みますって言ったんですよ、前々回ね。次回読みます。だから前回読まなきゃいけなかったんだけど読んでないですね。忘れないでねだっけ、忘れないでよだっけっていう題名のやつ。それをちょっと時間ある時にまたね。うん私も裏で読んでないので。でこれはところで何かなんか今晩鐘っていうの、またあれだぞ、漢字読めないぞ。いろいろねすいません。なだらかな丘陵を、開墾した農場に皆無がいる。一心に桑を振り野菜を収穫しているところだ。今度の皆無は、この時の皆無は農夫なのかな。秋の夕暮れ。読めないよいきなり読めないよ。なんとか稲に染まった、空がとても美しい。とにかくあの上の色ねなんていうんだ、茜色とでも言うのわかんないけど、多分間違ってるかな。今日はもうおしまいにしようか。でっぷり太ったおかみさんが収穫した野菜をカゴに入れながらカイマに声をかけた。ああああカイマはうなずいて汗を拭う。あんたのおかげで仕事がはかどって助かるよ。ああうんそっか、これ働いてんのかな。おかみさんのねぎらいにカイマ小さく会釈をして答えた。どうだい、まだ何も思い出、ああそんな会話をする時があるんだ、他人と。どうだい、まだ何も思い出さないのかい。自分がどっから来たのか。はい。こっちはあんたがどこの何者だろうとしっかり働いてくれりゃ文句はないんだけどね。おかみさんはくったくなく笑って、それよりさと続けた。収穫の時期が終わったらあんたどうするんだい。まだ決めていません。冬場は冬場で仕事はいくらでもあるんだ。あんたさえよかったらもうしばらくうちで働いてくれてもいいんだよ。ありがとうございます。働き者で人情味豊かな、おかみさんだ。決して贅沢ができるような暮らしではなかったが、夜明けから畑に出て夕暮れとともに仕事を終える毎日は体のきつさとは裏腹に心安らぐものだった。
要するに日の昇っごめんなさい、物落としちゃった。すいません。ものすごく音が入ったと思う。なんていうの、人ともにさ、暮らすっていうのはさ、やっぱいいよね。なかなか現代人ではありえないことだけど、心安らぐものだった。帰り支度をしていたらカランカランと小さな鐘の音が聞こえた。教会の晩鐘っていうのかなの時刻にはまだ少し早い。丘の下の道に目をやると、馬車に乗せられた棺を中心にした葬列がしずしずと進んでいた。おかみさんは桑を置き、頬かぶりしていた、スカーフを外して胸の前で手を組んだ。ふと見ると、丘陵地の他の畑で働いている人たちも皆、おかみさんと同じように手を組んで、神戸でいいのかな、もう垂れ目をつぶって、葬列を迎え送っていた。皆もそれにならカランカランカランと葬列を先導する老人が鐘を振り鳴らす。動物につけてんだと思ってたよ。振るのね。葬列は無言で進む。黒いベールをかぶった女たち、うつむいて歩く黒い上着を着た男たち、そしてまだ死の意味がわからないのか、葬列のしんがりでは子供たちが、肘で続き合っていた。前回はね、お葬式しましたね。リルームのね。おかみさんは声を上げ、おかみさんは顔を上げ、少し潤んだ目を輝かせたってじゃなくて、瞬かせたっていうのかな、瞬かせたっていうのかな。亡くなった人は帰っていくんだよ。土に帰り、空に帰り、海に帰っていくんだ。前回のことのようですね。生き物の命はみんな、貝まで余ってうなずいた。分かっている。果てしないような長い人生の中で、一体どれだけの人の死を見つめてきただろう。だね。現世から立ち去っていく。目の前から消え去ってしまう。そう考えると死はどこまでも悲しい。だから人は死ぬことでどこかへ帰っていくんだと考えてみれば、悲しみに安らぎに喜びが入り混じってくる。そして死ぬことも老いることもできない皆無は、どこへも帰ってはいけない。前回も言ったけどねそういえばそうなんだよな。死ぬこともそうなんだけど、老いる、そうなんだよな。おかみさんは元の土を手のひらにすくい取ってしみじみと言った。この土の中にもたくさんの命が染みてるんだよ。目に見えないような小さな生き物の命も、枯れてしまった草の命も、そんな風に考えると、野菜っていうのはいろんな命が作ってくれてるんだよね。はい、一つお願いしていいかい。もしもあんたがうちで働いてる間に私が死んじゃったら、私の灰をほんの一つ紙でもいいから、ここの畑に撒いてくれないか。ってことは仮想なんだね、この村っていうか町は。前回と違ってね。カイマは少し困惑して苦笑した。亭主です。ああ、そうなんだ。先立たれ、子供たちも独立して、今は一人暮らしのおかみだ。ずっとここで働いていれば、嫌でもおかみを見とる。ああ、そういうことになるか。見とることになる。おかみが死を迎える時が、たとえ100年先200年先であろうともだ。確かにね。確かに。たとえね。教会の鐘が鳴った。一日の労働の終わりを告げる晩鐘だ。おかみはまた葬列を送った時と同じように胸の前で手を組んだ。今日も一日無事に過ごせました。ありがとうございます。明日もどうか元気で過ごせますように。祈りを捧げるおかみの声が、皆無の胸に重く響く。いつものことだ。教会の晩鐘、これどうしよう、晩鐘って読まないんだとしたらごめんなさい、漢字弱いから、聞くたびに自分はここにいてはいけないのではないかという思いにとらわれてしまう。最後の鐘が鳴るのを待っておかみさんと声をかけた。人は
命に終わりがあるからこそ今日の無事に感謝して明日の幸せを祈るんでしょうね。はあ、どうしたんだい？この収穫が終わったら村を出ます。ちょっとあんたどうしたの急に。私にはここに暮らす資格はないんです。きょとんとするおかみさんをよそにカイマが野菜を入れたカゴを両手で持ち上げた。夕日を改めて見つめる。おかみさんが言った。ここを出てどこに行くんだい？わかりません。でもどこかへ。あんたそうやってずっと旅を続けるのかい？帰る場所などどこにもありませんから。カイマはそう言ってカゴを担いで丘を下っていく。その背中が夕日に赤く染まっている。今回短かったな。なるほど。まあそういうこともありつつのね、これを見たかったんだよ。そういう、いろんな詩をね。そういえば前にさ、この千年生きるどうのこうのの時に、朝栗のカサンドラを思い出したって話をしたんだけど、なんていうのかな、カサンドラも年取ってなかったな。え、あ、ここ開いた。また面白い乗り物だな。なんかマットしてる。クックマントっていうか、どうした？裏に攻め込むつもりだな。お、ああ、なるほど。言葉変わったか、じゃあ。同じだな。ちょっと一回セーブしとくか、怖いから。もうそうなんだ。カカトス将軍だっけ？カカなんとか将軍。だけどこのカイムたちを交渉材料にするんじゃなかったのかよ。泳がせといて、この町で都でか。こっち行くと赤い森ですね。ワールドマップが出るから。ただちょっと行ってみようか、一通りね。ああ、まあ、なんか変わった様子あるかな。まあ家によるのもいいんだけど、前回言ったのはこれもサブクエみたいなのありましたね、この子たち。でこの下の方に行って、探したりしてました。もうちょっと手前だけど、ちょっとあそこいつも引っかかっちゃうんだよな。カモメ。まだか。うん映画か。映画かね。へえ。なんか前回の死というもの、それがあってからこういう話ばっかなんだな。びっくりした。まただよ。A ボタン押さないでさ、進んじゃったトラウマがあるから。A ボタンっていうマークが出ないで画面が進んじゃったトラウマがあるからさ。その女流画家は、以前も服を持ち歩いていた。仕事の依頼を受けたらすぐに取りかかれるように。今もそうだった。船着き場の小屋で手早く喪服に着替えた彼女は、画材の入ったトランクケースと喪服のハンガーケースを両手に持って川を下る船に乗り込んだ。今のところ下にいっぱい船あるね。20キロほど下流の町だが思い出したのかな、わかんないけど、資産家の老人が臨終を迎えているのだという。20キロほど下流、結構行くね。
勝負の時間なんです。何言ってんだよ。時間の勝負なんです。ローザと名乗った彼女は苦笑交じりに言った。ローザ、少しでも早いうちに、描き始めないと。時間の勝負ね、変わっちゃうから。どんな風に？カイムが聞く。うまく言えません。ローザは苦笑いを深めて、でもと続けた。わかるんです。こっちから向こうへ行ってしまうのが。向こうへ行ってしまった後はもう描けません。たとえ描いてもそれはご遺族の望む絵にはならないんです。どうしても。今回のカイムは何屋さんなのかな。ローザの職業は家画家。亡くなった人の死に顔を描く画家だった。その時代の地方では、死者のデスマスクを残す風習が広まっていた。はいはいはい。あるね、こういうのね。貧しくて画家を雇えない家では、息を引き取った直後の顔に染料を塗り、布を押し当てて亡き人の最後の表情を写し取る。石膏の手でスマスクを作る家もあった。はいはいはい。ローザのようなプロの家画家を雇えるのは裕福な家に、限られていて、それはつまり一人の死の背後にさまざまな揉め事が潜んでいるということでもあった。裕福だから。私がスケッチをしている後ろで、やっぱりね、遺産相続をめぐる罵り合いを始める家もあります。夫は毒殺されたんじゃないかと言い出した未亡人が、なるほどね。私の描いたご主人の絵は裁判所に提出したこともあります。臨終の瞬間を待ちわびて氷菓子の男たちがずかずかと入ってきたこともあるし、息を引き取った直後の奥様の顔にご主人が唾を吐きつけようとしたこともあります。どうもその奥様ずっと不倫していたようですね。ローザは淡々とした口調で話す。感情のありかがわからない。それが優れた家画家になる条件だという。いろんなことがありそうだな。裕福だとね。家族を、ごめんなさい、読めない。家族を、なんだろう、なんとかね、悲しみに暮れる遺族の横で、訓読み音読みが分かんない、スケッチブックを広げ、絵札を走らせるんです。必ず読めない漢字があって申し訳ない。こっちが感情を高ぶらせたり、周りの感情に引き寄せられたりしたらいい絵は描けませんから。カイムは黙ってうなずいた。同じ船に乗り合わせて看板のカフェで同じテーブルになったというだけの縁だった。問わず語りで、ローザが話し始めてからまだ、数分しか経っていないのが、数分しか経っていないが、彼女の美しい顔立ちの奥に何とも言えない虚無的なものが、沈んでいるのはカイムにもすぐに見て取れた。カイムは何屋さんなのか分かんないね、まだね。まっとうな画家からは私たち軽蔑されているんです。どうして人の死を商売の種にしているというのが半分。残り半分は私たちが感情を揺さぶられることがないからです。それはそうですよね。絵でも彫刻でも音楽でも文学でも全ての芸術は感情が生み出すものなんですから。それを持たない私たちはただの職人なんです。自重するような響きはない。かといってそれを誇っているわけでもない。ごく当たり前のことをごく当たり前に口にする、そんな話し方だった。カイムはライ麦で作った酒を一口すすり、ローザは花びらを、浮かせたお茶をすする。船はゆっくりと川を下る。季節は春。雪解けで水かさを増した川に今白い、さっきそれ見て思い出したんか。白い水鳥カモメが降り立った。水鳥なんていうの。ごめんなさい、読めない。不思議ですね。ローザはクスッと笑っていった。私、あなたを初めて見た時同業者だと思ったんです。なるほど。だから話しかけたんですけど。なるほどな。カイムはなんか
なるほどね。皆目称する。絵の心得などまるでない。芸術家で見られてしまうような風貌もしてないはずだ。ただもしかしたらローザは一人で午後の酒をする皆無の横顔に自分と同じ虚無の色を感じ取ったのかもしれないね。そうとも、それとも彼女が感じ取ったものは皆無の背中に張り付いて離れない向こうの影だったのだろうか。ああ、ああ、数日前まで皆無は戦場にいた。また傭兵。多くの敵を殺し多くの味方が殺されるのを目の当たりにしてきた。感情は揺さぶられない。もうそんな若さは消えた。外形は何も変わらなくてもすでに彼は数百年の時を生きてきた。ローザは30代半ばだと言っていた。一つ不思議なのがさ、前から思ってたけど、前にも言ったけど、その都度っていうか、定期的に記憶を消されてるわけでしょ。なのにさ、なんで数百年とかってわかんのかな。あと、どの段階でガンガラは定期的にあれを使ってんの？だからその都度ヤンセンとかそういうやつらをその時代、あいつもじゃあ長生きしてるってことなの？その時代その時代に雇って、皆無に差し向けて、今回だってそうなわけじゃん。結局投げなしの1個をさ、なんか衛兵に使っちゃったけどね。ヤンセンはね、そういう風にやって消してきたの。前にも言ったけどさ、昨日今日のことは覚えてるわけだよ、皆無はね。だけどいつしか、いつの間にか、いつからかのことを覚えてないわけよ、皆無はね。まだ駆け出しのキャリアらしい。この世界ではまだ駆け出しの近いキャリアらしい。映画館になって10年目。よし、もしよかったら、もうちょっと話に付き合っていただけませんか。ローザの言葉に皆無は黙ってうなずいた。ありがとうございますと喜ぶローザは初めて素直な微笑みを浮かべた。笑みを浮かべたっていうのかな。映画館は臨終に立ち会うことはない。映画館が呼ばれるというのはその人の死が間近に迫ったということを意味する。縁起が悪い存在、人によっては、汚れた存在だとも呼ぶ。死のところについている人の身内や知人の誰かが別室でそっと切り出す。そろそろ呼んでおいた方がいいんじゃないか。なるほどね。いやまだ早いだろうと答える人も、早く連絡した方がいいなと答える人も、声を潜め辺りをはばかるようにして話す。教会の紹介でその家を訪ねた家画家は正面の玄関からは入れない。入り口に回り日当たり悪い部屋に通されて喪服に着替えて臨終の知らせを待つ。ドアが静かにノックされてどうぞお越しくださいと声をかけられたら、喪服姿の画家は仕事に取り掛かる。天寿を全うした芝刈りではない。病気や事故で若くして亡くなった人の死に顔を描くことも少なくない。スケッチブックに、浮かび上がるその人の顔は生と死の境界線を越えたばかりのこちらの世界から向こうの世界に移ったばかりの、微妙な生々しさをたたえている。なるほどね。なるほど。遺族に渡す作品はそのスケッチをもとに、油彩で描かれるのだが、ローザに言わせれば本当の家にふさわしいのはむしろスケッチの方なのだという。人が死んだ直後の部屋の空気って独特なんです。時間の流れが止まるというか、時間そのものが空気の中に溶けてしまうというか、すすり泣きや号泣の声もなんだか永遠に続くように聞こえて、そんな中真っ白なスケッチブックに少しずつ死んだ人の顔が浮かび上がってくる。それだけが時の流れなんです。ホラとローザに手渡された分厚いスケッチブックには数えきれないほどの死に顔が描かれていた。2年分の仕事が収められているのだという。安らかな顔もあれば苦悶に満ちた顔もあったが、そのどれもが不思議な存在感を持っていた。
眠り顔とは確かに違う。しかし死体とも呼べない。今にも目を開けそうにも見えるし、逆に今にも崩れ落ちて灰になってしまうようにも思える。本当にギリギリの生と死の淡いに、彼や彼女たちはいる。体が冷たくなってしまってからで遅いんです。それから遺族の人が弔いの準備に取り掛かってしまってからでも間に合いません。臨終直後の数分間が勝負なので、こっちもテキパキと事務的にスケッチするしかないんです。ローズはそう言って、でも遺族から見れば冷酷な女になっちゃうんですね、私は、と苦笑した。カイムは無言でスケッチブックをめぐる。戦場でも操作と言ってやりたかった。戦場でも兵士の、死を、なんだっけこれ、死を痛むじゃない兵士の死をなんだっけ、これはさすがに恥ずかしい、余裕はない。ごめんなさい、今言葉が綴れない、涙を流す暇があれば次のなすべきことをなさねばならない。そうでなければ今度はこっちが向こうの世界に旅立ってしまう羽目になる。スケッチブックの最後のページに描きかけの絵があった。幼い女の子の顔だった。髪型や顔の輪郭まで写し取っていて、もうそこからびっくりした。そこから先は何も描かれていない。カイムが怪訝に思って顔を上げると、ローザは静かに言った。私の娘です。マジ？どういうこと？家画家はね、自分の家族の死に顔を描かれるようになって一人前なんです。それはそうですよね。赤の他人の死には冷静に向き合うくせに、自分の家族の時にはできないなんて身勝手ですものね。随分プロフェッショナルだな。娘が亡くなったのは2年前だった。だから2年。たちの悪いたちの悪い流行り風にやられてわずか3年、3年の生涯をあっけなく閉じた。臨終の寸前まであの子の手を握っていました。死なないで死なないでこっちに戻ってきてと泣きながらあの子の名前を呼んでいました。医者がうなだれて首を横に振った後は、ローザは娘から手を離しスケッチブックを開いた。涙を拭い鉛筆を取り娘の死に顔を描こうとした。でもダメでした。どんなに拭っても。でも2年前からやってたんだっけ？そうだよね。どんなに拭っても涙が次から次に目から溢れ出てきて描けないんです。カイマは改めてスケッチブックに目をやった。白い紙はところどころわずかに波打っていた。涙の、名残だろうか。そうなんじゃない？家画家失格ですよね。ローザは笑って川面に目をやり、でもと続けた。私がもしも画家として芸術作品を1点だけ残しても構わないと言われたらこの絵を選びます。汽笛がボーっと鳴ってるね。そのことに驚いたのか、川面に浮かんでいた、また読めない、カモメって読むのかなこれ。一斉に飛び立った。カイマンスケッチブックを閉じてローザに返した。いい作品でしたね。と言おうと思ったが、やめておくことにした。なんだかそれは彼女の仕事と彼女自身とそして亡くなった娘に対して失礼なことのような気がしたから。ごめんなさい、勝手におしゃべりばかりしちゃって。ローザは立ち上がってもう一度カイムの顔を覗き込んだ。でも本当にあなた、私の同業者みたいに見えるわ。カイムが苦笑してかぶりを振ると、ローザもごめんなさい、変なこと言っちゃってと苦笑いを浮かべて続けた。こんなことを言うから嫌われちゃうんですけど、いつか家画が必要になった時には私を呼んでください。それは無理そうだ。カイマはまた苦笑する。申し訳ないけど家族はいないんだ。そうなんですか。じゃああなた自身の時にでも。ふふと笑ってローザは立ち去っていった。右手の画材のトランクケース、左手の喪服のハンガーケースを掲げて。残念ながらカイムが彼女に世話になることはないね。カイムはまだ向こうの世界へは行けない。長い生を生きる途上であとどのぐらいの死とびっくりした。あとどのぐらいの死と出会わなければならないのだろう。汽笛がまた鳴った。船は少しずつスピードを緩め岸へ寄っていく。
船着き場が近づいてきた。船を降りるとまた旅が始まる。長い旅になる。次の戦場は遥か彼方に見えるあの山のさらに向こうだ。傭兵なのかなまたっていうのを思い出したんだね。おっと、一応セーブしとこうか。念のために。セーブ長いんだよな。あ、ちょっと出ちゃった。前回言った、こっちか。こっちだ。メインストリートだ。この店にね、ちょっと今行かないけど、前回言ったリングとリングを掛け合わせるなんかしてくれる人がいて、そんなやつがいる。なんだこれ、こんなのなかったよ。何あんた、箱演奏家のラト。いや、こんにちは。ちょっとこの箱を演奏してみない？箱を演奏？箱演奏が何か知らないって。知るわけないよ。信じられないな。こんな楽しいものなのに。この箱、不思議な箱でね、叩くと綺麗な音が鳴るんだ。しかもうまく叩いて決まったメロディーを奏でると、なんと中から豪華商品が飛び出してくる。演奏するには箱演奏の楽譜が必要なんだけど、初めてみたいだから特別に楽譜を一つプレゼントしちゃうよ。なんか必要なの、こういうのが本来。お、箱演奏の楽譜1を手に入れた。じゃあ2とかあるんだ。これミニゲームみたいなやつ。そうこなくちゃ。どの曲にどの曲って、じゃあこれしかないよね。まずは手始め、難易度星 1CEGC。 ちょっと待って、なんか書いとこうか。と言っても書くものがない。なんだって CEGC。 わからねえよ。その曲に挑戦するんだね。まあね、はい。じゃあ必要だったのは隊列編成。演奏を始め開始しよう。何？ちょっとわかんないけど、じゃあこうにするよ。わかんないから。なんだこのバトル画面みたいな。一人だけだな。みんないるか。あんな武器持ってんの？おい、ちょっと待て、わかんないぞ。鳴らす？ CGC。C。こういうこと？さっきのやっぱり覚えておかなきゃいけないね。CEGC か。G。待てよ、誰が鳴らす？いいの？今の音なんだ？なんかわかんないうちに始まって終わったけど、合ってたの？おめでとう。見事な演奏だったよ。初演奏の記念にこの景品をあげよう。何かな、なかなか。ホース？魔法？また演奏しに来てくれよ、それじゃなんか音符のマークがもう出ないんでしょ。ちょっとやってみようか。なんかそういう意味。じゃあいいや。なるほど。
でもなんか今のはチュートリアルなやつだろうから、なんか尻上がりに難しくなっていくのかな。英語さえ覚えられれば、アルファベット、それであれば簡単ですよ。ただ叩き方もタイミングがあるとかさ、そういうことになってくると、辛いものがあるけど、あれ、フォースってどうやって見んだっけ？フォース？あ、これか。あ、マシンだって。こんなのいつもらった？こんなのいつもらったっけ？あ、もらったっていう、こんなのあったっけ？マジック。じゃあここにフォースがあんだね。あれ？ちょっと待って、フォースってどうやって見んの？えちょっと待って、リングかこれ？えあ、これか。びっくりしたよ。敵ってに低威力の物理属性ダメージ。さ、人間相手にさ、こういうの使ってたんだけど、やるものがないから物理攻撃ヤンセン弱いし、これをやればいいってことになるのかな。相変わらずこれないんだね、まだね。はい、箱演奏がなんかあったね。特に変わった様子はなさそうだな。大体同じ配置だな、人。これね、前動画でも言ってたけど、最初にここに来たから話しかけたけど、どこにさキラキラしてんのなんかあんの？あそこってどこのこと言ってんの？これほらカメラワークがさ、いじれないから、何がキラキラ？水のこと言ってんじゃないんでしょ？何がキラキラしてんのかさっぱりわかんないのと、あともう一つわかんないのが、この人だっけ？なんか変わった？これはこの子だ。この窓モニターってどこなの？中に人を閉じ込めて芸をさせる機械なんだって。おっかねえな。こんなこと言ってたっけ？そこのってどこのこと？これこの目の前にあるこれ？何がモニターなんだろう。謎。さっぱりわかんない。特に何もないかな。じゃあちょっとセーブだけこれしよっか。ちょっとずらしてセーブしようか、怖いから。あれ、楽譜っていうのはじゃあところどころなんか宝箱かなんかに入ってんのかね。ミニゲームなんだね。もう赤い森に行ってもいいかな。必ず引っかかるな、こう。全部通ってきたもんな。パッと見だけど、なんか変わった様子はなかった。これね。これね、初めて行くね。赤い森赤い森っていうのは時々言ってる人いたけど、どういうとこなのかな。ちょっと行ってみようじゃないか。今回の動画で全部回れないだろうけど、なんかその山の中にだっけあるんだっけ？
赤い森っていうのが。さっきそうやって言ってたよね、クックだが。あ、もうここが赤い森なの？文字通りの色なんだね。なんかさらに奥深いところ、奥に行ったところが赤い森とか言うんじゃないんだ。さっきちらっと街で聞いたけどな、この森が赤いってのは年がら年中色づいてるのが理由だっていうんだ。あ、一応全員に話しかけたけど、そうやって言ってるやつはいなかったな。うん。まあでも聞いてきたのかな。うん。でもなんで年がら年中色づくのかな。ただの紅葉じゃないの？まあちょっと強烈すぎて全然落ち着かない感じだけど。だね。女王様が立ち入り禁止にしたのは赤い森が血に染まった呪いの森だから、悲しみの森とも言われてるんだ。へえ。血？いちいちビビんない。500年前だあ、なんで全部思い出してんのじゃないよね。ああ、あれか。あ、もうなんか結構いろいろ思い出してんの？なんだよ、教えろよ。500年前、ヌマラに東方の国が攻め込んできたことがあったんだよ。東方？その時の戦いの犠牲者の血なんだね、この色は。でもそれは本当じゃないでしょ、まさか。土の下に眠る何千何万という屍の血が森を永遠に赤く染めてるのか。あ、本当なの？そういう風だからそういう風に言われてるとかなんじゃなくて、東方ってなんかセス言ってた名前、なんとかから盗んだことがあるとか、海賊の時にどうのとか。あ、早速ある。まあやっとこうか。あ、ちょっと待てよ。あ、これいいや。あ、なんか武器屋が品揃えが変わったかもしれないもんな。後で戻ってみようかな、裏で。いや、クックが入ったからっていう意味でね。あ、こういうパターンか、ここ。水晶のかけら。あ、水晶のかけら。あ、なんかね、言われてたんだよ。町の人に。前動画で、何回か前の動画であったね。受けたね。なんかね、19個必要なんだって、連続で話しかけたらそうやって言ってた。動画の時はそこまで何回も同じ人に聞かなかったからさ。19個なんだって。1個は持ってるんだっけな、確か。なんだこれ。なんかいけるんじゃないの、あっち側に。なんか、あっと、そっか。しまった。何も組んでない、クック。まずい。ちょっと待って、こいつ何系なんだ。ちょっと待て。ちょっと待てよ。一匹ずつ。まずい。何も組んでないぞ。あ、これか。これつけときたいな。これやっぱもう一個必要だな。ケチって1個しかやらなかったよ。なんだっけ、生物だっけ。じゃあこれかな。これもやっとかなきゃな。これ耐えられるかな、これをやってて。ランダム属性か。まあ一応これにしとくか。どうせ後なんだから、2人の。へえ、かわいい。何にしとこうか。
のがあったんだな。あ、こういうのがあったか。ちょっと待って、こいつは魔法でしょ。じゃあどれだっていいんだな。なくてもいいんじゃないか。これ重要だな。あ、これいいじゃん。これね、サブクエみたいなのやった時もらいました。まあまれにってまれにたまにか。わかんないね。そっか、そういうのがあったな。あ、白魔王か。火の攻撃来るかな。じゃあゼバリアでもやっとく。グッドか。なんだって、やっぱり皆無あれだな。おお、ああフレアか。うわっと、ノロード、ノロード、前にも言ったけど、やっぱり皆無は外すな。なんだか知らんけど、今何ノロードって。あ、なんか呪いとかいう意味、スローみたいなこと。これでもまあまあだったな。これ消えろ。すいません、ちょっと音声が調子悪いです。申し訳ない。ちょっと録画が不安定になってきましたね。ちょっとやることないな。
俺様最高。お、どれで見るんだ。これと違うの？ではね、ここまでにしときます。ちょっと裏でね、この赤い森を、これどっちにしても全部回ってられないので、裏でざーっと回ってみます。ちょっとね、途中ムービー入ったとしたら、その前のデータに戻って、次回見ようかな。ちょっと回ってみます。ムービーが入るまでね。までというか、ある程度のところまで。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。